のみって使っちゃうから不公平だなって思うし、女性だけ割引するっていうこと自体が差別だと思ってます。男に生まれちゃったから、それは筋肉量も多いから食事量多いから、もうしょうがないから、もう諦めるしかないってことですね。なんかもう黙りやがれって感じ。お金男が払うべきとかっていうことじゃなくて、女性だけ割引しますよっていうところが不公平だよね。不公平で当たり前だと思うしかない。公平なんかないよ。女性より男性が食べる分かってんだったら男性の量を増やせばいいじゃん。それが全員じゃないからそれができないんですよ。男性を優遇するメリットが男性の俺から考えてもないんだよ。生まれつきで決まってる食べる量っていうところがあるんですよ。女性として生まれただけで男の人より多く食べれないって、それも差別になっちゃうじゃないですか。それ言い出したらもう男性って生まれただけでたくさん食べるのに何も優遇されない。たくさん食うのは勝手に食ってるだけなんだって。女性も我慢して食べれることは貧乏ならよ。皆さんこんにちは、山口です。今回のスピーカー、39歳の男性社会人、森田真二さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてお隣に座っているのはコーディベーター、現在25歳の女性社会人の吉田美代さんです。よろしくお願いします。女性割引に男女の食べる量の違いを持ち出してくるなら、男には普段から同じ値段で量を多くするのが筋という定義になります。詳細はどのようなものでしょうか。少し前に焼肉チェーン店の女性飲み割引っていうのが話題になってましたが、女性だけ割引するっていうこと自体が差別だと思ってます。女性は食べる量が少ないから飲食店で割引かれて当然っていうのがおかしくて、男は食べる量が多いから同じ値段だとした場合、量が多く提供されないとおかしいと思うんですよね。店が女性に来てもらいたいっていうマーケティング施策っていうのは分かってるんです。それはみんな分かってるんですね。単品で頼んだ時に同じ値段だったら男性はよく食べるんだっていうのが分かってるんだったら、量を増やして提供してもらわないと不平等だし不公平だと思うんですよね。女性のみ割引っていうのがあるんだったら、単品メニューの時もじゃあ男性を優遇するそういうサービスがあってもいいんじゃないかっていうことです。ケチだな。まあまあ。で、コーディベーター吉田さんは、さっきの食べ放題の話だったら、女性は少ない量しか食べられないんだから割引にして男性とプラマイゼロなんじゃないのっていうとこだし、男性だけ増量逆にずるくないですか。女性ですね、カルビ3枚、男性ですね、カルビ6枚、これずるくないですか。まあ、っていう意見が、まあそういう意見が多分多いでしょうね。一人前の量じゃなくて3個なら3個300円っていう値段なんですよ。足りないんだったら追加して頼む。で、じゃあ女性は3個も食べれないっていうんだったら小盛りみたいなのがあったりするわけじゃないですか。で小盛りはちょっと安くなってると。一人前の料金っていうわけじゃなくて、もう1個頼むとなると金額がもう1つ分かかるわけじゃないですか。だから余分に食ってるだけなんですよ。その一人前、例えばに行って一人前が出てきますと。でそれでもちろん足りる人もいるし食べきれない人もいるけど、あれは平均的な一人前で、それより足りないんだったらもっと頼めばいいし、足りる人はもうそれでいいしっていうだけなんですよ。てかそもそもお腹いっぱいになろうとすんなっていう。続いてキーリップさんお願いします。もう食べ放行った方がいいと思う。女の人の方がでも安くないと多分あんまり来なそうなんで。普段から利用してるのは男性の方が焼肉屋さんいっぱい行って貢献してんじゃないっていう意見なんですけど、そういう店選んじゃったらもうしょうがないもうお店選びの段階での問題ということですね。はい、わかりました。くるみさんお願いします。そういう極端に考えすぎだなって思うのがあって、私男とデート行く人男より食うんですよ。そういう人もいるから全員じゃないと思うし、女の方がなんだろう、上に上がっているのが平等じゃないどうこうとか言うかもしれないんですけど、女は女なりのね大変なことがあるんですよ。生理8年間体験できます人生で。無理ですよね。っていうのでやっぱ女は上に見てほしい。ちょっとさすがに8年って何だ。人生の合計で言うと生理って8年なんですよ、女性の。じゃあお前朝人生で30年できない。男はそう同じ値段で多くするべきなんですよね。っていうのもなんか我慢してほしいし、男に生まれちゃったから、それは筋肉量も多いから食事量多いから、もうしょうがないから、諦めるしかないってことですね。なんかもう黙りやがれって感じ。はい、続いてあざさんお願いします。はい、単品だと男の人が多くするべきみたいな言ってらっしゃると思うんですけど、いっぱい食べるからこの値段っていうより、そのお店がこれにはこれぐらいの価値があるからってその値段をつけてて、お店に入る前に私たち消費者は行くかどうか選べるわけじゃないですか。この店に入るかどうかみたいな。
おかしいなと思ったら行かないっていう選択肢が取れるんで、わざわざ入っていってこれおかしくねえか量もっと多くしろよみたいなのはなんかちょっと違うんじゃないかなと思います。いろいろ意見出ました森田さん。食べる量に基づく割引の公平性は分かってるんですけど、男性は女性で食べますよっていうのが基本なので、割引ってそれをもとに女性割引されてるので、なんで女性だけ優遇されるんですか？女の方が男より食べる量が少ないから割引ってあれ苦し紛れに言ったことでさんでしょ要は。あれもともとは別にそんなとこまで考えてなくて、単純に女の人はあんまり食い放題来ないからそれを呼び込むためにの施策で文句が出たから食べる量がとか後付けで言ってるだけなんで、そこはまああんま関係ないんじゃないかなっていう。さっき森田さんがおっしゃってた、どうしてもやっぱり食べる量は男性の方が多いで、満足度もやっぱりしっかり食べないと得られないから、この食べる量に基づくこの割引の公平性っていうのはどういうふうに受け止めますか皆さん？公平なんかねえからって公平なんてね社会全体で森田さんみたいに男性の食べる量に合わせてくれる店が多かったら悩まないですもんね。そうですね。男性はこれぐらい食べるでしょうっていう量が分かってるんだったら、全体のお店がそう合ってくれればいいんですけど、そこの基準に全部の店が合ってるわけじゃないので、割引に関して言うと女性だけ割引っていうのは結構いろんなところで聞くじゃないですか。男性も優遇されるそういう施策があってもいいんじゃないかって話なんですね。ないんですかね。俺あんま知らないですけど、男性だけ優遇されるようなのってないんですか？あるある。なんか男しか行けないサウナとかありますよ。ありますね。まあ、それは優遇とはちょっと違う気がする。なんか女性がメインターゲットのお店でそこに男の人がついてくると男の人はちょっと安いみたいな、そういうのってないの？どうなんだろう。映画だったら前はレディースデーがあってメンズデーはあったんですかね。あと女性専用車両とかありますよね。例えばですけど、同じ値段で入って女の人が残すこともあるじゃないですか。それはこっちもっちで損してる。そうなんだよね。それ食えばいいんだよね。まあこれぐらい食べるだろうっていうところの値段設定で女性も同じ料金だったら、女性が食べないからそれでお店利益出るんじゃないの、そしたら損じゃんっていうふうにやっぱ女性は思って、じゃあ下げていいんじゃないのっていうふうになってくるんじゃないかなって思うんで、平等とか公平っていうのは食べる量やっぱりそこを考えてもらってもいいんじゃないのかなとは思います。こういう割引の話が出てますけど、どうですか呂布さん、男性として女性だけが割引されるってものが多いじゃないですか。まあそうですね。これについてはどう考えてますか？これ多分基本的な構造として女の分も男が払うだろうっていう元から来てると思うんですよ。それ前のやつです。だから女が自分で払うなんて思ってないですよ。当然彼氏や旦那が払うだろうと。この間払ったんだけど私。そういう前提で、だから女が一人で食い放題なんか来ないだろう。まあ食う人もいるけど、メインは家族だったりカップルだったりで。じゃあ女性割引で結果的に男性も得しているだと思いますけどね。森田さん。女性飲み割引っていう飲みって使っちゃうから不公平だなって思うし、その言葉が強くすぎるために、差別だなって感じちゃうんですよね。食べ放題で別に男性が損してるっていう事実はないわけじゃないですか。女性の方が同じ金額なら損してるって感じがすごくする。だから女性割引なんでしょ。だからいいじゃないですか。女性割引も男性割引とかじゃなくて、セールとかしなくても男が得するようにしてほしいってことなんですね。女性だけを優遇するっていうことじゃなくて、男性もそういうものがあっていいんじゃないかっていう、平等って歌うんだったらそこが差別でしょっていう。日本に関してはもう女の方が力を持ってると俺は思ってて、女の人が痴漢って言ったらもう冤罪でも男はやられるし、セクハラされたって言ったら男はもう圧倒的に不利だし、そうですね。社会的には優遇されてることが多いのかな、男にはハードかなという気はちょっとしますけどね。キリプさんは女性で得してるなと思うことあります？得しかしてなさそうに見えるけど。いやいや、男性の意見聞くと、確かになんか例えばウェルカムドリンクとかなんかあってもいいのかなと思ったんですけど、まずそんなこと気にする人とご飯行きたくねえなとずっと思ってた。付き合うとか考えた時にね。考えらんないかもしれない。でもうちからもしご飯行こうって誘った時に、めっちゃいいご飯屋さんよりかはその女性がちょっと安くなるとか、だからそのプラスアルファあるお店の方のが、例えばなんかあそこのお店行きたいんだよねって時に、なんか誘いやすいですよね。だからうちからしたらメリットしかねえんだけどと思って。はい。そうなんだ。割引があるから誘いやすいでしょっていう、その考え方自体がなんかバカだなと思ってて、言うね。最悪。割引があるから誘いやすいって短絡的だなと思ってて、
平等不平等って言ってるんですけど、じゃあ政府がうちらに生理用品を無料で提供してるかって言ったらしてないし、そこで女たちが例えば化粧しなきゃいけないってわけじゃないけど、その社会的モラルみたいな感じで OL とかだってちょっと薄メイクとかしなきゃいけないとかあるじゃないですか。すっぴんは失礼だとか、そこで女は女なりのお金がかかってるんです。いやいやそれは本当に平等、それは平等。ダメ男だってひげ剃らなきゃいけないし、こん買うのだって大体男じゃん。まあまあまあでもこん折半で買ったことある？ある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 。あるんだ。いいやん。まあでも大体基本的には男が買ってるし、まあ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 。その生理っていう意味では男の生理現象で毎日しなきゃいけないっていう呪いが結構長いことあるんだけど、女性の方が働ける仕事の種類が少ないんですよ。じゃあ土方の仕事できるかできねえし、170センチの冷蔵庫なんか運べねえし、だから男の方がそれ言ったらうんねれてめてひれきべすっかすぎるじゃんって思うかもしれないけど、それはまた違うじゃないですか。何が違うの？いや違うよ。日本の昔の話じゃないけど、支えるみたいな、男が女をみたいなのがでも今女性もどんどん活躍して強くなっていますから。なってるけど、絶対女の働ける仕事の種類の方が少ないと思うんですよ、私は。あずさんどう思いますか？損得感情で考えすぎだなっていつも思うんですよ。好きだから誘うとか、一緒にいたいから時間を共にする、そこで食事代を払うとか、そのデート代にお金がかかるみたいな、そういう費用に男の方が損してるとか、女だってこれだけお金かかってるんだみたいなこと言い合う時点で恋愛関係にも至ってないなって思うので、自分が誘いたい人を誘った時にお金使いたくないと思わない人がほとんどだと思うんです。それで思う人はもう一人でいればいい。一人でいるにしても一人でなんか損してる気持ちになっちゃうんですよね。それは自業自得じゃないですか。デートどうこうっていうか、お金男が払うべきとかっていうことじゃなくて、女性だけ割引しますよっていうところが不公平だよね。今ね結構いい時代で、自分で私は女よって言ったら女になれる時代だから、本当に損してるって思うんだったら森田さん女になることができる。じゃあモロッコめちゃくちゃ金かかるやつ。いやいや別にだってかかんないよ別に。家はいいだけなんだもん。レディースデーとかいう話が出て、映画でレディースデーって今なくなってきてるとか、でもその前に一瞬メンズデーってあったんですよ。すぐなくなったってことは結局男の人見え張りたいし安い日行かないからなくていいんだと思うんですよ。肉以外で食べる量が結構違うなってありますかね？でもスイーツだったら女の方が食うよね。もっと分かりやすいので言うと、年齢によって全然違うじゃないですか。20歳のやつと60歳のやつ全然同じ男でも食べる量違うと思うんですよ。でも値段一緒、不公平じゃんって、そういうこと言い出したら全部にそれが適用されちゃうから難しいですよね。だからこそ少しずつ不公平感がないようにしてほしいってことなんですいやよね。違う、逆、不公平で当たり前だと思うしかないっていうか、公平なんかないよ。そもそも食べる量って男なんかみんな好きでたくさん食べたいと思ってるわけじゃなくて、生まれつきどうしようもないですよね。どうしようもないもので割引が決まるってこと自体が差別だよねっていう話をしてるんですよね。毎回店入るたびにこの人はどれぐらい食べるかとか測定してんのめんどくさいじゃん。定量だから3個いくら 100g いくら、そういう決め方だから今原価に見合った値段の決め方だから、その人がどれぐらい食うとかあんま関係ないっていうか。男女とか年齢で分けるべきじゃないですもんね。だから全然僕より食べる人いるし。森田さんがもしくるみさんとデート行った時にめっちゃこいつ食べてるけど値段一緒なんだよなってちょっとモヤモヤしながら見るってことですよね。そういう女たちが絡んでこなかったんで、見てきた人間のサンプルが少ないんだよ。そうよ、頑張る、視野を広げていこう。39がそうどう思います？どう思います？値段とかはそんなさておきだと思うんですけど、多分その女性の金額が下がってるのが気に入らないって言ってるけど、その男性のこの値段って高くなったわけじゃなくて通常の値段だから、男性だから高くしたとか、もう食べる量がどうだから値段をちょっと繰り上げて女性下げたとかではないから、だから損とかはなくないってなっちゃいますね。でも不公平感ありますよね、なんで男性でもっと男性割引が世の中にないんだろうって。そう俺そんなこと言ったら食細いんで、食べ放題行かないんですよ。そもそも食べ放題で元取れてるなって思わないんで、食細い人割引があればいいのになと思いますよ。それは不公平感感じたことでいうと、例えば相席屋とかマッチングアプリとかって女性って基本無料ですよね。でなんか飲み食いできて男性が お金払う。あとマッチングアプリも課金制のもので男性だけ課金、女性が集まってくれないと話にならないから、そこはねあると思うんですけど、そこでの不公平感とか、なんで男性だけ。女性割引も相席屋もマッチングアプリも行くかとか
使うかっていう選択ができると思うんですよ。その選択ができる時点で別に不公平じゃないと思ってて、進んで自分から言ってるからそうです。例えば、国民の税金に男性税ができましたって言ったら逃げられないから、それは不公平だと思うんですけど、そういう女性割引をしているところがあるっていうのはでも避けられるから、選択ができるっていう時点で別に不公平ではないんじゃないかなと。嫌だったら避ければいいんじゃないかなと思います。貧乏人が焼肉屋行くなっていうのもまず1個あるんですけど、数千円のことでどうごちゃごちゃ言ってるわけじゃなくて、それで片付けられちゃうのがバカだなと思って。おっさんが増えた店は客減るからだからおっさんが来ないでほしいの、本当言うと。見え張りたいですか、デートした時に女。家はまあ張りたいですね。じゃあもうこれでいいじゃんって思うけど、いやその意思があるなら。